現在プレミア価格で取引されている、2ストロークレプリカバイクの NSR50 について解説します。俗に言う N5 や N チビと言われるマシンだな。どうぞよろしく。1987年ホンダから時代を変えた、1台のバイクが発売されました。その名は NSR50。NSR50 発売当時は、レーサーレプリカブームであり、高校生は山内運動など、原付以上の免許取得に理解のない環境でした。原付免許で乗れる NSR50 は、ミニサーキットや峠道などで、若者たちから熱狂的に支持され、確固たる地位を築いていきます。NSR50 は、世界選手権ロードレースで活躍する、ワークスレーサー、NSR500、NSR250 のデザインイメージを彷彿とさせる車体は、軽量、光合成のツインチューブフレームに、メンテナンス性にも優れたフルフェアリングや、スリムで長い容量7.5リットルの燃料タンクを装備し、原付にロードレースモデルを成功に落とし込んだレプリカマシンです。搭載されたエンジンは、水冷2サイクル短気筒で、50クラス最高レベルの 7.2PS1 万アプムを発揮、6段変速ミッションを組み合わせることで、クラッチ操作やギアチェンジが楽しめる、スポーティなモデルに仕立てられました。エンジン振動を低減させる、一軸バランサーを内蔵するなど、長時間走行にも適した、車体設計としていました。前後サスペンションは、路面追従性の高い油圧式ダンパーを採用し、軽量12インチ、アルミ製キャストホイールに、幅の広いタイヤと油圧式ディスクブレーキを、前後輪に装備しています。さらに、スポーティなライディンポジションや、深いバンク角を生むセパレートハンドルや、アルミ製ステップ1は、スポーティな走り味が楽しめる、ミニレーサーレプリカでした。原付バイクとは思えない装備が満載だな。ところで車体価格はいくらなんだ？初期型の価格は、当時21万9000円だよ。1989年には、フェアリング、デザインを低く、幅広いイメージにデザインを刷新し、減速比も変更するなど細部を熟成。さらに、NSR250R にも装備されたサイレンサーを、上方に配置するレイアウトを NSR50.80 にも採用し、新設計のマフラーと共にワークスレーサーの雰囲気をさらに高めてユーザーの心をがっちりと捉えていました。ちなみに、1989の価格は、当時23万円です。約1万円アップだな。1993年は、前、後輪に、NSR250R シリーズと同じデザインの、U 字断面6本スポークホイールを採用し、幅広のチューブレスタイヤと、制動フィーリングに優れた前、後ろ油圧、ディスクブレーキを組み合わせて装備。さらに、バックミラーのデザインを変更し、ウインカースイッチを操作が容易な、プッシュキャンセル式に変更。クラッチアジャスターを、手元に配置しされました。NSR50 のカラーリング変更となった1994年は、ワークスマシン NSR500 をモチーフとした、2度目の限定モデル、ロスマンズカラーが販売されました。1993の価格は、当時25万5000円、限定カラーの、1994の価格は、当時26万8000円、という感じで前期中期モデルの解説をしました。最後に87年式の初言を、解説して終わりにしたいと思います。ご苦労様だぜ。最後に少しだけ手伝うぜ。全長×全幅×全高。1580mm×0.625mm×0.910mm。最低地上高。0.105mm。車両重量。85kg。乾燥重量。76kg。エンジン形式。AC8E 水冷2サイクル短気筒。総排気量。49cc。最高出力。7.2PS1 万回転。最大トルク。0.65kg 7500回転。タイヤサイズ。100.901248J。120.801248J。フレーム形式。ダイヤモンド、ツインチューブ。以上 NSR50 の解説を終わります。今回解説するバイクは、50cc のレース専用モデル NSR ミニ。1999年モデルの当時の発売価格は、NSR50 よりも2万円安の26万5000円。排気ガス規制により、1999年モデルをもって、ミニバイクレース人気モデル NSR50 が生産終了。
その代替モデルとして登場したのが、レース専用のホンダ NSR ミニ、大型ラジエーターやリザーブタンク付きリアショックなど、レーサーならではの機構が導入されている、ホンダのレース部門 HRC から、登場した NSR ミニ。NSR50 は1999年モデルをもって生産終了のアナウンスに続いて登場したのが、NSR50 をベースにしたレース専用モデル、NSR ミニ。当初は NSR50R の名称で発売される予定だったが、最終的には NSR ミニとなった。発売元はホンダのレース部門 HRC で、車体はすべて受注生産。オーダーはホンダ車両取扱店で受け付けていた。初期型の1999年モデルの価格は26万5000円。なお、NSR50 の最終モデルは2万円高の28万5000円に設定。1999年、平成11年に登場した NSR ミニは2009年、平成21に販売終了となった。ベースは、1995年型以降の NSR50。12インチの前後ホイールは6本スポーク型ではなく、強度の高さからミニバイクレースでも、人気のある3本スポーク型を装備、スイッチ一つでエンジン特性の変更が可能なデジタル式 CDI、10年以上に及ぶ熟成期間を経て、究極とも言えるモデルに成長。NSR50 とエンジンやフレームは同一ながら、保安部品等が一切省かれた、喫水のレース仕様。レースに不必要な、キックスターターペダル、分離給油ポンプが廃止され、ゼッケンプレートやキャッチタンクが標準装備済み。CDI は従来の3倍という大容量サイズのデジタル式8つのモードのスイッチを備え、深角タイミングをスイッチ一つで切り替え可能。これにより、様々な車外チャンバーに対応。フロントフォークはプリロード調整に加え、減衰特性も変更可能。コースレイアウトに応じて幅広くセッティング OK となった。HRC からは、バネレートの異なる数種類の、スプリングもオプション発売された。ラジエーターは NSR50 よりも大型化、放熱量が約2倍に向上。エンジンの負担軽減により、耐久レースなどで、熱垂れ等のトラブルも減少した。フルアジャスタブルのリザーブタンク付きリアショック。モノショック型のリアショックは、フロントと同様、減水圧とイニシャルの変更が可能な高機能タイプ。前後ともに調整機能が備わることで、セッティングの出しやすさを大幅に向上させた。最後に基本スペックを紹介するよ。型式 RS50。全長1580、無全幅590、無全高935、無、乾燥重量73ケグ、燃料タンク容量 7.5L、エンジン形式水冷2サイクル短気筒49、区、ボア×ストローク39.0、無 ×41.4、無、圧縮比7.2、最大出力7.2プス10、アプム、最大トルク0.65ケグム7、500アプム、変速機6速リターン。点火方式 CDI、タイヤサイズ全100.9012、あと120.8012。以上で NSR ミニの解説を終わるぜ。ホンダのレース部門 HRC が作り上げた、現在最強のミニバイク、HRC-NSF100 の解説をしていくよ。まずは時代背景だぜ。排気ガス規制により1999年モデルをもってストリートはもちろんミニバイクレース人気モデル。ホンダ NSR50 が生産終了その代替モデルとして1999年11月に登場したのがレース専用のホンダ NSR ミニ。2001年に CB50 系の血統を継ぐシリンダーヘッド&シリンダーを上方にレイアウトした通称縦型の4ストローク50フックエンジンを搭載したエープが衝撃的にデビュー。翌年の2002年縦型4ストローク100フックエンジンを積んだエープ100が登場。2005年には、NSR50 系の前後ディスクブレーキや6本型キャストホイールを装備した縦型4ストエンジン搭載モデル XR50 モタード、XR100 モタードがデビュー。NSR50.80 用フレームに加工を施し縦型エンジンを搭載するカスタムも定番となるなどミニバイクレース縦型4ストエンジンという図式が徐々に浸透していった。NSF100 はホンダモトグ P ワークスマシン RC211V のフォルムをイメージ。
こういった時勢を踏まえ、2005年12月空冷4ストローク100クエンジンを搭載したレース専用モデル、ホンダ NSF100 が満を持してデビュー。手の込んだダクトを設けたシャープなイメージのフロントカウルやシートカウルは軽量で頑丈な FRP 製当時のホンダモトグ P ワークスマシン。RC211V ライダーはニッキー、ヘイデンのフォルムを踏襲しているのがポイントだ。フレームは NSR ミニ用をベースとしながらヘッドパイプ周り等に補強を実施し2003年9月に発売されたモトクロスレーサー CRF100F、ベースの99.2ニックエンジンを搭載。液パイにステンレスを採用したマフラーはバンク角液パイ長を稼げるレーサーならではのアップ型後方センター出しタイプを採用。NSF100 のキャブレターは CRF100F と同じ PDF22 だが最高出力は 8.4 馬力、CRF100F は 9.8 馬力に抑えられている。NSF100 はレース専用ならではのオイルキャッチタンクを標準装備キックスターターは省かれエンジン始動は押し掛けとなっている。乾燥重量は 73.6 キロ軽量なツーストの NSR ミニと互角の軽快さを獲得。乾燥重量は2ストエンジンに比べて部品点数の多い4ストエンジンながら、73.6ケグ、2ストの NSR ミニは73ケグ、という軽量を実現。NSR ミニと同じく狭いカートコースのタイトなコーナーでも素早い切り返しが可能だ。イニシャルアジャスター付きのファイ30成立フロントフォーク前後ディスクブレーキは NSR ミニと共通だが前後ホイールは、1993年モデル以降の NSR50.80 に採用された、6本スポーク型を装備。赤いスプリングを採用したリアショックは NSR ミニでも定評のあるリザーブタンク付きで減水圧調整とプリロード調整が可能だ。NSF100 は NSR ミニのフレームをベースとしながらヘッドパイプ周りに補強が随所に施されているのがポイント。キャブレターは、見慣れた縦型エンジンにベースエンジンの CRF100F にも採用の PDF22 を組み合わせ。レーサーなのでもちろんエアクリーナーは装着されていない。シートレールはエンド部分を太めのパイプで結合しサイレンサーステイを固定する部分にもセンターステイを施している。もちろんだがレース専用モデルにつき、公道走行は不可だぜ。基本スペック、タイプグレード名 NSF100 型式 HR1 全長1556全幅595全高911。ホイールベース1074最低地上高123シート高681。乾燥重量73.6。原動機種類4ストローク気筒数1シリンダ配列単気筒冷却方式空冷。排気量 99.2 内径シリンダーボア53高低ピストンストローク45。最高出力、キロ、6.2 最高出力、PS、8.4 最高出力回転数9500最大トルク 7.4 最大トルク 0.75 最大トルク回転数7000。燃料供給方式キャブレターエンジン始動方式キックスターター式点火装置 C、D、I、式、変速機形式リターン式、5段変速動力伝達方式チェーンスプロケット波数前15スプロケット波数後ろ28チェーンサイズ420標準チェーンリンク数110。キャスター角23度36ブレーキ形式前、油圧式ディスクブレーキ形式後ろ、油圧式ディスク。タイヤ前、100.9012タイヤ後ろ、120.8012。以上で NSF100 の解説を終了するぜ。フルサイズ17インチバイクの解説だよ。ホンダの NS1 だな。原付きバイクには見えないよね。デハ解説始めるよ。1991年2月に発売された NS1 は、50区の水冷ニスト単気筒エンジンを搭載した、原付き一種のスーパースポーツモデルだった。全57インチホイールのフルサイズ、原付きスポーツとしては、87年から90年まで販売されていた NS50F エアロの系譜に連なるものだったが、NS1 の特徴は、フルカウルになったことと、ヘルメット収納機能、メットイン、を持ったこと、通常のスポーツバイクなら燃料タンクに当たる部分が、収納スペースになっていた、5の NC700 シリーズなどでも使われた。なお、燃料タンクはシート下に設けられ、給油口はリアカウル上部に設けられていた。NS50F 譲りのエンジン AC8E の最高出力は、
当時の自主規制値1杯の 7.2 プスで、1リッター換算すると145プス以上というハイパワーを誇っていた。NS1 は、原付1種という敷居の低さ、と、フルサイズなので自然体で乗車できること、収納スペースが存在してデイリーユースの利便性が高いこともあり、人気モデルとなった。1995年2月のマイナーチェンジでは、ヘッドライトがデュアル2目タイプとなった。これは、400クラスの RVF NC35 のイメージを踏襲したもの。NSR によらず、RVF というところが、汎用性の高い NS1 のキャラクターを表してもいた。1998年のカラー変更を最後にモデルライフを終え、翌年にはミニレプリカの NSR50 も終了。ホンダの原付1種にフルカウルモデルは存在していない。1991年モデル、50スポーツバイク初のヘルメット収納機能を持ち、日常使用時の小荷物などを手軽に収納できる、フルサイズボディの原付ロードスポーツバイクとして登場。燃料タンクはシート下に配置された。1994年モデル特別、限定仕様。WGP ロードレース世界選手権、ワークスマシンを思わせる、ロスマンズ、カラーモデル。1995年モデル、400クラスで人気を集めた RVF をイメージさせる、デュアル2灯、ヘッドライトを採用した、インテークチャンバーの新設やリードバルブの形状変更などにより、出力特性を一段と向上させていた。1998年モデル、98年モデルとして、単色のピュアレットを新たに設定、スパークリングシルバーメタリックと2色設定になった。最後に初言を紹介するぜ。全長、1905全幅、670全高、1080、ホイールベース、1295最低地上高、130シート高、752、乾燥重量、92、車両重量、101、原動機型式 AC8E 原動機種類にストローク気筒数1シリンダ配列単気筒冷却方式水冷、排気量、49内径シリンダーボア、39工程ピストンストローク、41.4 圧縮比1、7.2、最高出力、7.2最高出力回転数、1万最大トルク、0.65最大トルク回転数、7500、変速比1速 3.545.2 速 2.332.3 速 1.722.4 速 1.379.5 速 1.217.6 速 1.129、スプロケットは数？前14スプロケットは数？後ろ41。フルサイズの2スト 50cc ミッション付きバイクといえば、ホンダ NS1 やヤマハ TZR50 が人気の名車とされてるけど、忘れてならないのはホンダ NS50F や、17インチホイール装着車の中では最も軽量コンパクトに設計され、17インチタイヤ装着のミニバイクレースを席巻し、50cc レースに大きな影響を与えたモデルやで。ホンダの原付ミッションスポーツバイクといえば、NSR50、NS1 が有名やけどもう一台外せないのが NS50F。NSR50 は N チビ、NS1 は N1。そして NS50F は 5F という愛称で親しまれ、17インチのタイヤを履かせた原付の中では1、2を争う速さを誇るで、NS50F から GP125 クラスにステップアップしたライダーも少なくないで、NS50F は1987-1995年まで販売された原動機付きバイクや、ホンダ MBX50F の後継モデルとして開発され、CBR250F と同様のハーフフェアリングと、当時の原付としては明るい 30W ハロゲンヘッドランプを装備。当時、ライバルだったヤマハは ESR50、鈴木 RG50 ガンマ、川崎 AR50 といったライバルは多かったものの、NS50F と NSR50 がミッション付き原付スポーツの人気を牽引。NS50F には1987年型の前期と1988年以降の後期モデルが存在するで、前期は社名である AERO のロゴがついており、後期に比べて太いサイレンサーとマフラーマウントを兼ねたステップステーが特徴。後期では小径化されたサイレンサーやマフラー形状、吸気タイミングの改良により燃焼効率を向上させ、低、中速域から高速域まで一層力強い出力特性を発揮できるようになっとる。エンジンのパワーバンドは前期で8回転付近でやったが、後期では10回転まで回せるようになりよりパワフルな高回転型エンジンになったで。車両プロフィール。
NS50F エアロは、1987年2月から発売された原付一種のスポーツモデル。搭載されたのは、最高出力 7.2 馬力を発揮する 49cc の水冷2ストロークエンジン。前後17インチホイールのフルサイズシャシーは、ライダーが自然体で乗車できるもので、主に若年層のユーザーから熱い支持を集めた。前輪の油圧式ディスクブレーキや軽そうなアルミキャストホイールも、スポーツモデルらしさを特徴づけていた。89年のマイナーチェンジを機に社名からエアロが抜けて単に NS50F となった。90年モデルまで設定され翌年フルカウルでメットインスペースを持つ NS1 が登場したで、ハーフフェアリングと小物入れ内蔵のシートカウルも装着する。1988年モデル。給排気や早期ポート形状を徹底追求し、小型化したサイレンサーを装備したマフラー形状や排気タイミングの変更などにより燃焼効率を向上。カラーリングは、新たに精悍なイメージのダーク、ブルーメタリックと HRC レーサーイメージのレッド&ホワイトを採用する。1989年モデル。新たにレンズ一体式のデュアルヘッドライト、単光色クリプトンバルブを採用や乾走行などでの使い勝手を向上させている。また、社名からエアロが消えている通常カラーに先駆けてロスマンズ、ホンダチーム、カラーのブルー&ホワイトを限定カラーリングモデルとして発売4台。マイナーチェンジ。先行発売したロスマンズ、ホンダチーム、カラーの限定車に続き HRC レーサーイメージのレッド&ホワイトとシード、レーシングチーム、カラーのダーク、ブルーメタリックの2色を発売した。1990年モデル。カラーグラフィックを変更しブラックとロスホワイトを発売したこれが最終モデルとなったで。遍歴。1987年2月4日発表同月5日発売 NS50F、エアロの社名で販売開始1988年1月21日発表同年2月1日発売。エンジン特性変更と車体色追加のマイナーチェンジを実施1989年1月20日発表。同月21日からロスマンズカラー車を4台限定で発売同年2月15日から以下のマイナーチェンジを実施し発売車名を NS50F に変更。ヘッドライトをイエロースーパークリプトンバルブを装着するレンズ一体型デュアルタイプへ変更カラーリング変更。1990年2月発表。同月23日発売カラーリングを変更1995年生産終了。世界チャンプ、加藤大二郎もミニバイクレースで勝った。世界 GP250 チャンピオンに輝くなど数々の伝説を残した元 GP ライダー加藤大二郎も NS50F でレースしとったで。ミニバイクレースの SP50 クラスでは、ほぼワンメイク状態や。それについてはまた、別動画で詳しく解説する予定や。じゃあ初言を見ていくで。タイプグレード名 NS50FAERO 型式 AAC8 発売年1987発売付き西向け、使用国内向けモデル。全長、1855全幅、630全高、1065ホイールベース、1260シート高、760。乾燥重量、79車両重量、92燃料消費率、68.4。原動機型式 AC8E 原動機種類2ストローク気筒数1シリンダー配列単気筒冷却方式水冷。排気量、49内径シリンダーボア。39高低ピストンストローク。41.4 圧縮比。7.2最高出力。7.2最高出力回転数。8000最大トルク。0.65最大トルク回転数。7500。燃料供給方式キャブレター燃料タンク容量。10燃料種類。レギュラーガソリン満タン時航続距離概算、参考値、684.0エンジン始動方式キックスターター式、点火装置 C、D、I、式点火プラグ標準搭載、型式 BR8ES 点火プラグ必要本数、合計1搭載バッテリー、型式 YB3LA、エンジン潤滑方式分離給油、ツーストエンジンオイルタンク容量 1.20 クラッチ形式四式、大多変速機形式リターン式、6段変速。1次減速比 4.117 2次減速比 2.928。変速比1速 3.545 2速 2.3323 速 1.7224 速 1.3795 速 1.1726 速 1.041。動力伝達方式チェーンスプロケット波数、前14スプロケット波数、後ろ41チェーンサイズ420標準チェーンリンク数116。フレーム型式セミダブルクレードルキャスター角25度30トレイル用。70ブレーキ形式前、油圧式ディスクブレーキ形式後ろ、機械式リーディングトレーリング、喧嘩方式前、テレスコピックフォーク喧嘩方式後ろ、スイングアーム式、タイヤ前、2.7517タイヤ後ろ、3.0017。基本的な解説は以上やで。
レース関連や個人的な話は別動画でまた話す予定や。今回は番外編です。レーサーと同構成の90度ブツインと、アルミツインスパーで生まれた新世代レプリカ。1986NSR250R MC16 の解説をするよ。まさに NSR 伝説のスタートを切ったマシンだぜ。今回は動画も長くなりますが最後までお付き合いください。よろしくだぜ。1983年の MVX250F、1984年の NS250RF と連続して2サイクル 250cc スポーツを市場に送り込んできたホンダは RZ250R や RG250 ガンマなどのライバルと競いながらこのクラスでの販売力を高めてきた。しかし1985年11月 TZR250 が登場すると状況は変化。ヤマハが圧倒的な強さを誇った。同社の独走を阻止するためにホンダが手掛けたのがレーサー RS250R と共に開発した新たな公道向けレプリカ。それが NSR250R だった。両機種の手本となったのはワークスレーサー RS250RW であり NSR500 を半分にしたとも言われるこのマシーンはフレディ・スペンサーのためにワンオフされたものである。そして1985年彼は 500cc と 250cc の両クラスでタイトルを獲得する偉業を果たした。V4 の半分なのでエンジンは V 型2気筒フレームは左右レールが直線的なツインスパー。これらの構造をアス250アトンスア250アは踏襲した。装部品はレーサー RS250R に通じるデザインとしているが燃料タンクは前後長を短縮して高さを増しておりやや上方に移動したハンドルグリップの位置に合わせてアッパーカウルの逃げを大きくしウィンドスクとはこれまでの2作とは大きく異なるセパレートで非常に小さなタンデム用をシートカウル上面と同じ赤としてシングルシートのように見せるのは斬新な手法だった。タンデムステップは短いサイレンサーステーでし全てを黒として存在感を潜める。NSR250R は1986年10月1日に最初期モデルが登場。価格は1984年11月にヤマハが市場に投入した初代 TZR250 に1万円の55万9000円だった。車体色はファイティングレッド×ロスホワイトの1色で赤から白に切り替わる部分に太さが異なるストライプが3本並ぶデザインは速さを感じさせた。先代の2サイクルスポーツ NS250R が登場した当時レーサーに近い外観や機構に驚かされたものだが NSR250R はその数段上、レーサーそのものと言えるもので見る者を大いに興奮させた。フロントウィンカーをアッパーカウル側面リアウィンカーをテールストップランプ両脇に配しておりサイレンサーの左右辺の張り出しも小さいため前後からの眺めは細身な印象が際立つ。タイヤは、フロントが 100.8017 リアが 130.7018 で筋断面のスポークを3本並べたホイールも新作。外装は公道走行に合わせて細部を変更。骨格はレーサーの基本を踏襲する。フロントブレーキディスクはアルミ製のディスクハブを備えるフローティングで片押し式にピストンキャリパーとの組み合わせをダブルで装備。リアキャリパーも片押し式にピストンで動きを規制するロッドを配した小さ。インスパーフレームは左右レールに目の字断面材を使用。スイングアームの左右アームは極太の押し出し材で鋳造製のチェーン調整部を溶接で組み合わせる。ただし立式フロントフォークのインナーチューブは当時の7波軽量なショックユニットの下部にリンクを配するボトムリンク式。当時のホンダが持つ最先端の技術を随所に盛り込んだ水冷90度部型2気筒。初代インスア250アが搭載する水冷2サイクル90度部型2気筒型式名ムク 16A であるムブク 250F が積んだムク 9A、イス250ア不要となるムク 11A などはピストンリードバルブだがムク 16A ではクランクケースリードバルブに変更。キャブレターは前後気筒の間ではなくリアシリンダー後方に置かれる。ホンダがこのクラスのレーサーでブツインを選んだのは横幅が狭いので前面投影面積が減って空力特性に優れる上にバンク角を稼げる。前側気筒を前傾させることで低重心化前輪分布荷重を増やせるなどの理由からだ。MC16E は、同一のボア×ストロークで並列に気筒とした場合より横幅を約 50mm 削減しており前側気筒を水平から20度前傾させてエンジンを搭載理想的な前後重量配分を得ているという。
キャブが後ろ側にあるため2本のチャンバーは前側に向かって伸び大きく湾曲してクランクケース下に潜り込む左右のサイレンサーは総アルミ製で、チャンバーにボルト止めされるフロントプレートとそれに続く街灯を一体成形。後端に湾曲した細いパイプを与えて折り外観だけでなく軽量という機能面でもレーサーのそれを踏襲している。レイドブツインワンス250アフ用とは異なる新設計で基本は同時進行したアス250アに通じるが中回転域での優れた応答性や強大なパワー感覚に訴える振動などの味わいを残しながら扱いやすい出力特性に仕上げ、54×54.5mm のボア×ストロークから 249.6cc を得ており最高出力45プス9500アプム最大トルク 3.6kg 無8500アプムを交渉。スリーブレスのメッキシリンダーやコンピュータ制御のオイルポンプ排気ポートの可変バルブなどを装備した。総パーツの輪郭はレーサーとほぼ同じだが燃料タンクやアッパーカウルなどの形状を変更ツインスパーフレームやスイングアームなどはレーサー直径ショックやブレーキ関連のパーツには当時の最先端の技術がラッチの奥に置かれる6段ミッションは 250cc クラスでは初搭載となるカセット式を採用エンジンを下ろさずにミッション本体や変速機構を整備できるのが大きな利点である90度部型2気筒なのでバランス車、RC、レボリューショナル、コントロールド、ルブを新たに採用排気ポートにある可変バルブをサーボモーターで上下に移動させエンジン回転数の上下に応じてポートタイミングを最適化しようというものだ。ヤマハの YPVS やスズキの AETC と理論は同じで、ランクケースリードバルブとなったエンジンの混合機の流れを示す左上のキャブを通過した新機は混合機となってエンジンに入るがリードバルブの手前にあるインテークチャンバーで混合機の供給を安定化した後にストンリードバルブでは吸気ポートはシリンダーにあるがクランクケースリードバルブはクランク室にあるためポートの大型化が可能になりケース内が不圧の際はいつでも吸入工程が可能なことと合わせて吸入効率。さらに、シリンダーから吸気ポートを取り除くと早期排気ポートをレイアウトする際の自由度が増しさらにシリンダーの合成を高められるなどの利点があるとホンダは発表時の技術資料で説明している。キャブレターは HRC の市販レーサーで早くから導入してきたフラットバルブを装備 NSR250R に採用するにあたり、バルブ本体の横幅をさらに狭くするとともにバルブ下バブの形状を滑らかなものとして低中回転域での吸入抵抗を大幅に低減バルブ下方で乱気流が発生するのを抑え吸気速度アップを実現している。エアクリーナーボックスはフレームのヘッドパイプ後方からシート下に移動。後の容量を確保キャブとエンジンを連結するインシュレーター髪型にはインテークチャンバーを装備。クランクケース内に安定して混合機を送り込むのを助ける装置でチャンバーが生み出す呼吸作用を利用したものだ。1987NSR250R MC16 1987年3月28日には特別仕様を追加日本選手権を走ったワークスレーサーのスポンサーカラーに通じる配色としており、塗色名はテラブルー×ロスホワイト。一見では、既存の赤×白をベースに赤の部分を青に変えただけに思えるがアッパーカウルとガソリンタンクは赤を白を青としておりヘッドライト両脇から後方に向かう部分の塗り分けパターンも改めている。ロゴの配置は同じだが一部の色調を変更塗り式名にアルテラ TERRA は、ワークスチームのスポンサー味の素がかつて販売していたアミノ酸スポーツドリンクの名称で缶の色がまさにこのブルーだった。車両価格は55よろず9000円から変更なし。基本解説は以上だよ。改めて見てみると最新技術を惜しみなくつぎ込んでいるんだな。すごいよねまさに公道を走れるレーサーマシンだね。サーキットや峠などで数々の伝説を作り上げてきた。NSR 伝説の始まりだね。最後に諸言を解説して終わりにするぜ。主要諸言 1986NSR250R MC16 全長幅高 2035.705.1105 無シート高750無車軸距離1360無車体重量141ケグ総燃料消費率 41.0 ケムエル米上地走行テスト値燃料容量 16L
エンジン水冷2サイクル V 型2気筒総排気量249区最高出力45プス9500アプム最高トルク3.6ケグム8500アプム変速機常時光合式6段リターン。タイヤサイズ全 100.80R17、52H。あと 130.70R18、63H。推奨トランスミッションオイルウルトラ U10W30。オイル容量全容量 0.9L スプロケ全15あと42チェーンサイズ520リンク108。発売当時車体価格55万9000円。以上で番外編を終了するんだぜ。今回は、ホンダが発売していた、スポーツスクーターの、ライブディオ ZX だよ。スケルトンボディがあった車種だな。そうそう。では解説始めるよ。1994年に登場した新型ディオ、ライブディオ。88年から続くディオシリーズの3世代目となる、原付一種スクーターだった。そのライブディオに用意された3タイプの中で、最もスポーツ性が高かったのが、ディオ ZX、ライブディオ ZX、だよ。49cc の空冷ツーストエンジンは、7.2馬力を発揮。リッター換算で146プスにもなるハイパワーユニットで、油圧ディスク式のフロントブレーキや、くさび状のスポーティなフォルムも相まって、若いライダー層にとって憧れの、スクーターとなった、ZX の読み方については、登場時のメーカーリリースによれば、GX、とルビが振られていたが、メインターゲットとなった若いライダーからは、ZX、と呼ばれることが多かった。96年12月発売のモデルで、マイナーチェンジを受け、タンク容量を6リッターに拡大。98年にはホンダの50周年を記念する、限定モデルが、2000年にはスケルトンカラーが設定される。当時なんでもスケルトンが流行った時代だからな。2001年3月のマイナーチェンジの、後のカラーチェンジ9月を最後に、モデルライフを終えた2000年代は、原付スクーターでも、4スト化が進んでおり、ディオシリーズにも、水冷4ストエンジン搭載の、スマートディオが登場していた。スマートディオのスポーテルックなモデルとしては、2002年にディオ Z4 が設定された。ちなみに、ディオの社名は、ギリシア神話における全知全能の神、ゼウスの双子の息子に由来した。1994年モデル、制動フィーリングに優れた油圧式ディスクをフロントに装備、クローム仕上げの立体エンブレームを配し、シートに、シルキータッチ素材を使用するなどクオリティを高めている。ハイマウント、ストップランプ、発光ダイオード採用、内蔵のリアスポイラー、カラード、ホイールとワイド扁平タイヤは、ZX だけの特別装備だよ。1995年モデル、フロントに ZX 専用の油圧式ハイドロリック、サスペンションと、ZX 専用の艶やかな光沢を放つ鏡面処理を施した、ステンレス、カバードタイプマフラーを装備した、車体色にはピュアフランドルイエローとパールコーラルリーフブルーを設定。従来のブラックと合わせて4色となる。1996年モデルだぜ。燃料タンクを大容量の 6L にするとともに、ヘッドライトの光量をアップした 40W40W のハロゲンタイプを採用し、ヘッドライトとウインカーを四輪車イメージの一体型クリアアウターレンズでまとめている。また、フロントフォークには、2ピースタイプのボトムケースを新たに採用した。車体色にはブーンシルバーメタリックと、キャンディマーベラスオレンジの2色を新たに設定。1998年モデル特別、限定仕様、ホンダ創立50周年を記念して、ホンダが1965年に四輪の F1 で初勝利を獲得した、RA272 を彷彿とさせるホワイトを施した50トフアニバーサリースペシャルを5大限定で発売。クラシカルなクリーミーホワイトを基調に、リアスポイラーと前後ホイール、リアサスペンションスプリングをレッドに仕上げている。赤いエンブレムをあしらったスペシャルキー。カーボン織布風のパターンのシート側面生地、赤いスペシャルエンブレムを採用した。1999年モデル、キャブレターのセッティングを変更するとともに、マフラー内部に酸化触媒を採用することで、国内の新排出ガス規制に適合させた。また、マフラーの構造を変更することで、国内の新騒音規制にも適合させている。マフラープロテクターの形状変更と、スケルトンタイプのリアスポイラーの採用も行われた。
2000年モデルスケルトン、第33回東京モーターショーに参考出品し、好評を得たことにより、5台限定でスケルトンを発売した、ハンドルカバーやフロントカバー等の外装部品に、半透明の素材を採用、サイバークリアブルーとサイバークリアレッドの2色を設定している、2000年モデル、ブリティッシュ、アメリカン、レーシングホンダ、F1 チームカラーをイメージしたスペシャルを、5台限定で発売。フロントカバーに個性が際立つ BAR ホンダ F1 チーム、ロゴを施し、ボディカラーと同色のリアスポイラー、レッドの前後ホイールを装備する、2001年モデル、盗難抑止システムとして、メインスイッチ、シートオープナー、ハンドルロックをメインのキーシリンダーに集約するとともに、キーシリンダーにはキーシャッターを装備している。また、キー付きガソリンタンクキャップや、イモビアラームプレワイヤリングを標準で装備するなど、高いセキュリティシステムを備えた。2001年最終モデル、このカラーチェンジをもって、ライブディオ ZX のモデルヒストリーは幕となったよ。最後に初言を紹介するぜ。全長1675全幅630全高995、ホイールベース1145最低地上高105シート高700、乾燥重量71車両重量76。原動機種類にストローク気筒数1シリンダ配列単気筒冷却方式空冷。排気量49内径40高低ピストンストローク39.3圧縮比7.1。最高出力7.2最高出力回転数6500、最大トルク0.81最大トルク回転数6250、タイヤ前、90.9010タイヤ後、90.9010、喧嘩方式前、テレスコピックフォーク、喧嘩方式後、ユニットスイング式。以上ライブジオズ X の解説を終わるよは、2年弱の生産が行われたのみのバイク。HONDA スーパーディオ ZX の解説だよ。後年原付一種のスポーツスクーターとして絶対的な人気を集めることになるライブディオ ZX。その前身モデルが、スーパーディオ ZX だった。発売は1992年2月ですでに販売されていたスーパーディオシリーズに、スーパーディオ SR 同様の前輪ディスクブレーキを備え新たにリアスポイラー、ハイマウントストップランプ付きを装備し、さらにエンジン出力を強化したモデルだったまた、無段変速機もワイドレシオタイプになっており発進加速から高速域まで、力強い走りを実現していた。93年にバックミラー形状ハイマウントストップランプのレンズ色を赤から透明に変更した。記述の通り94年にはライブディオ ZX が登場するため、スーパーディオ ZX は2年弱の生産が行われたのみだった。このディオズクはフルフェイス、ヘルメットは元より小物の収納に便利なセンタートランクをシート下に内蔵。トランク収納スペースを十分に確保しながらも大容量 5.0 の燃料タンクを装備している。メーカー希望小売価格15万9000円。エンジンはシリンダーやキャブレターに加えマフラーに至るまで新設計するとともに無段変速機の変速比もワイド、レシオ化し、中回転域から高回転域まで伸び感のある力強い走り味を発揮させており、前輪ディスク、ブレーキやスポーティなパターンの前後チューブレスタイヤなどと相まってより軽快な乗り味を実現している。また、本格的な発光ダイオード採用のハイマウント、ストップランプをリア、スポイラーに内蔵し後続車などからの視認性を向上させるとともに後部デザインをより斬新なものとしている。外観は、イエローレンズをヘッドライトに採用しウインカーレンズと一体デザインにするなどフロント周りをより引き締まったイメージとしている。ホイールを内装色と同色にするとともにフロントカバーとサイドカバーに大きめのペインティングパターンのストライプとロゴタイプを大胆にあしらうなど、力強く精悍なイメージを強調しよりスポーティなイメージを求めるヤングユーザーの要望に応えたものとなっている。なおこのディオシリーズは従来のディオスアに今回のディオズクを加え3タイプとなりより幅広い選択が可能となった。型式 AF28 全長×全幅×全高 1.650×0.630 1.005軸距 1.150 最低地上高0.095シート高0.715車両重量乾燥重量 71.66
エンジン型式 AF18E 総排気量49内径×高低 39.0×41.4 圧縮比 7.1 最高出力 7.0.7000 最大トルク 0.74.6750。以上でスーパーディオ ZX の解説を終わるんだぜ。ヤマハミニバイクの代表格、TZM50R を解説するよ。ホンダの NSR50 に対抗するために、作ったバイクだな。その通り、その NSR についても解説しているので、ぜひチャンネルをチェックしてみてね。よろしくだぜ。1994年2月に登場した TZM50R は、原付きミニバイクレースの必勝マシンとして登場した。90年から販売されていた TZR50 と TZM50R との違いは、第一にホイールサイズ。TZM50R は、全52インチの小径ホイールを採用し、見た目は TZR250R を可愛く、デフォルメしたようないでたちだった。しかしこれはミニバイクレースへの参戦を見越した仕様であり、実際には、フルサイズの原付きスポーツ、TZR50 シリーズよりも、レーシーな装備がおごられていた。エンジンは、TZR50R1993 に、搭載されていた49区の水冷ニスト単気筒、ユニットをベースにしたもので、ボート形状の最適化を図った新作シリンダーを採用し、CDI 点火装置の特性変更によって、中速から高速での加速フィールが向上していた。クラッチも TZR50R の3枚プレートから4枚に変更されて容量をアップ。ラジエーターも大容量タイプになっていた。大型ラジエーターは他社への有用も有名だぜ。ヤマハの12インチレプリカとしては、80年代の YSR50 以来、直接のライバルは、NSR50 ホンダだった。1995年新車当時の価格は27万9000円だよ。アッパーカウルはフルサイズ 50cc、レプリカの TZR50 と共通のもの。アッパーカウル以外にも、エアクリーナボックスなど、TZR のパーツが各所に採用されている。リアサスには、ビルシュタインタイプの、ガス封入ダンパーを標準装備。ホイールは中空構造3本スポークの、アルミキャストホイール。フロントホイールは TDR50 と共通だが、リアのみ TDR より太い専用品。TZM50R 用に設計された、インナーチューブ系ファイ 30mm の整立フロントフォークは、動作性に優れたもの。ブレーキは片押し、にポットキャリパーが装備されている。レーシーな雰囲気満点のコクピット。トップブリッジは TZR50 から流用されている。流用されたアッパーカウルに対して、TZM 専用デザインのコンパクトなテールカウル。カウル内の収納スペースはない。あまり知られていないけど、17年ぶりの日本人チャンピオン、誕生記念モデルがあるよ。93年、世界グランプリ GP2 クラスにおいて、原田哲也選手のライディングによって、もたらされた年間タイトルの快挙。WGP では17年ぶりの日本人、チャンピオンの誕生となった。この優勝を記念して、4年3月にチャンピオンマシン同様の、テレコールカラー、をあしらった特別仕様車が、限定車両1500台用意された、チャンピオンマシン TZ250M の、デフォルメ版と言っても過言ではない、TZM50R がゆえに、その再現力は通をうならせるものだった。TZM は2021年現在でも少数だけど、走っているのを見かける名車だな。そうだね。では最後に初言を解説するよ。エンジン形式、水冷ニスト、クランクケースリードバルブ単気筒、排気量、49cc、ボアストローク、40.039.7mm、圧縮比、7.51、最高出力、7.2PS10000rpm、最大トルク、0.63kg 無7500アプム、燃料タンク容量、9.3リットル、変速機形式、6速リターン、全長全幅全高、1615-660mm、ホイールベース、1095mm、シート高、670mm、乾燥重量、78kg、タイヤサイズ、100.9012、120.8012。以上で TZM50R の解説を終わる。今回はミニバイクの中でも人気の高い、スポーティーなスクーターの解説をしていくよ。一番人気の車種だな。ヤマハシグナスの解説を始めるよ。2003年、タフネス、
コンフォート、コミューターをコンセプトに開発され、都市部の通勤用途で求められる走行性、経済性、利便性実現することを目指して2003年5月30日に発売。新設計の4バルブ&メッキシリンダー採用エンジン、前後12インチタイヤと、乗り心地の良い前後、サスペンションなどの相乗効果が、優れた走行性能を実現した、シリンダー配列単気筒、冷却方式空冷、排気量 124cc、カム、バルブ駆動方式 OHC、気筒あたりバルブ数4、内径、シリンダーボア、52.4、高低、ピストンストローク、57.9、圧縮比1、9.5、最高出力、PS、10.4、2005年モデルでは、シルバーとホワイトを継続設定し、ガンメタを設定、前色ともメーターパネル周り、ハンドルスイッチにはメタル調の塗装を採用し、メーターパネルには、視認性に優れたブラックを採用した。さらにフロントフォークアウターチューブと、前後ホイールをブラックとして、スポーティさを一層強調している。2006年モデルでは、新色として、鮮やかな、ディープパープリッシュブルーメタリック、ブルーを設定した。2008年ではフルモデルチェンジ、一新されたな。新たにフユーエルインジェクションを採用。ポジションランプ一体型ヘッドライト採用。駆動系のセッティング変更による、中低速域でのパワーフィーリング向上。シートのクッション圧アップ。フットボード前面の傾斜角拡大に、よる乗車姿勢自由度向上。アナログスピードメーターとデジタル表示液晶式。表示液晶式燃料計を組み合わせた、新作メーターパネル採用。そして2010年モデル。2010年モデルではシックなシルバーを新たに設定。前後ホイール、フロントディスクブレーキ、内側にブラック塗装。2013年フルモデルチェンジ。約 31L の大容量シート下トランク。新デジタル&アナログのコンビネーションメーター。LED ランプポジション&テールライト。採用などで、利便性を向上させながら、スポーティスタイリングを進化させた。最高出力11馬力。最高出力回転数8500。2019年モデル。2013年モデル以来の、形式上の再登場となった2019年モデルのシグナス X。シグナス XSR の2018年モデルの直径モデルとして、その外観が一新された、3灯 LED ヘッドランプを採用。よりエッジの効いたカウルデザインを実現。メーターはフルデジタルの、マルチ液晶タイプとなり、スマートフォンの充電もできるように、12V の DC ソケットも装備された。この新型モデルも、これまで通りヤマハモーター台湾で製造された、モンステレネアグイヤマハモトグピエジチオン、1300台限定で、2019年9月10日に発売された、モンスターエナジーカラー、YZR-M1 のカラーリングをシグナス X に再現したもの。モンスターエナジーのグラフィックを廃止、ブレーキキャリパーはゴールドに、リアサスのスプリングは、イエローになっていた。最高出力 9.8、最高出力回転数7500、点火装置フルトランジスタ式。2020年モデル、新たに、ブルーとホワイトが加わり、4色設定となった。2019年モデルに続き、2020年にもモンスターエナジーグラフィックの、元 GP ワークスマシン、カラーリング、レプリカが発売された、800台限定、燃料タンク容量 L6.5、満タン時航続距離概算、参考値、281.4、エンジンオイル容量米印全容量 L0.9、エンジンオイル用オイル交換時 L0.85、推奨エンジンオイル 10W40、タイヤ前 110.7012、タイヤ後 120.7012、タイヤ標準指定空気圧 2.00、タイヤ標準指定空気圧 2.25、搭載バッテリー、型式 GT7B4、点火プラグ標準搭載、型式 U22ESRN。最後にまとめてみるぜ。メッキシリンダーを採用した124区の空冷4スト、単気筒 SOHC4 バルブエンジンには、単気筒 SOHC4 バルブエンジンには、2007年10月には、環境対応のために、フユーエルインジェクションを搭載した2008年モデルを発売。2013年にはテールランプを LED 化するなど、初代シグナス X 登場の翌年には、スポーティバージョンの、
シグナス XSR が登場。2015年にシグナス XSR の4代目が発表された時、そこにシグナス X の文字はなかった。2019年モデルが発表された時、社名から SR の文字がなくなり、再びシグナス X となった。2018年モデルのシグナス XSR がチェンジする形で再登場ということになったシグナス X の2019年モデルは、外観を中心に変更を受けていた。LED ヘッドライトの採用でシャープなフロントマスクを得たほか、フロントボックスに充電用の 12V DC ソケットが装備されていた。以上でシグナスの基本的解説を終了するよ。レースで人気なモデルなのでいずれそちらも解説していく予定だぜ。FP4ST っていうクラスだね。そうだぜ。それでは他の動画でも会いましょう。PR レーシングのチャンネル登録や、他の動画閲覧いいねボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。